家族を味わったことがない。いや悲しいんだよそのことも。今その自分の中で描いている家族をやっぱり作らなきゃいけないわけです。思いの中で一番強いのがそこだから。人生をリブートしてるわけだね。そうだね。ファミリーヒストリー見てるみたいな気持ちになるね。おパップおパップということで、はい。いいんですか須田さんラジオに向かってくれて。向かうだけですけど。とりあえず。今日は行くけど。行けるんで。そうですか。とりあえず向かうだけです。あれバイトってことですか？配送業じゃないですか。ということで、お金はもらいますんで。お金をもらいます。バイトじゃねえか。はい。いよいよバイトじゃねえか。ということで、とりあえずね、出発しましょう。今日は、浜松に向かって、僕が浜松でお世話になった林さんという方がね、宿をやっておりまして、山奥で空気も美味しくて川もあってみたいな素敵な場所すを。ごいね、ちょっと見ましたけど、すごいとこですよね。愛宕屋さんってとこに、せっかくなんで泊まりに行こうと。行ったことあるんですか？ないです。ずっと話は聞いてたんですけど、なんだかんだ浜松からも遠いんですよ。ああ、なるほど。なんでちょっとそこをね、目指していこうと。で、そうして日付変わって明日、浜松 K-MIX 本社、静岡のね、ラジオ局ありますんで、そこの番組、鈴木まなみさんがやっております。グッデイ、グッディで出ますんで、須田さんはちょっと、僕はちょっとね、でもこれ見てる方はもう、なんで出れないかはもう分かってるってことなんでね。はい、ぜひ YouTube 見てください。ブッキング。そこら辺の須田さんの顔色がどうかしてる映像をね、ぜひ確認してもらって。でも須田さんは責めないでください。責めると消えてなくなってしまう。煙になって。はい。ごめんなさいね。ちょっとうるせえなお前。お前誰だよ。ということで今から道中をね、取っていこうということで。まあ別にね、なんかいろんな話が出るのかどうなのかどうですけど。須田さん運転好きですからね。そうなんです。僕は趣味が運転なんでね。ね。運転してる間はドーパミンが出てるんで。2000人突破。物産ネルコラボがすごかったですね。やっぱね、もちろん佐藤三兄弟でもね。はい、佐藤三兄弟でも増えましたし。増えましたけれども、マッツンとな、関係性がある方と確かにコラボしたというのも結構大きいのかなという気がしますね。なんか、物産ネルの方でもパップコーンの名前をちょいちょい出してくれてたっていうね。それぐらい好きなんですよ。大熊一郎さんが。ありがたいですね。そんなに、そこまで仲いいと思ってなかったわ、大熊さんと。でもあんなにもう友達の距離感だったから、こんな仲いいんだなと思って、ちょっとびっくりしました。だって、旅行行ってますからね。まあ、そうだね。まあでも旅行もさ、先輩後輩の立場で行くみたいな感覚かと思ったら、割と、なんか、ちょいちょいまっすぐタメ語になってたりしてて。もうそんな関係そう、みたいな。そう、みたいになってたから。タメ語になっちゃったね。なっちゃったってこと？雰囲気で。言われすぎてね。言われすぎたのもあるし、物産は先輩じゃないんだもんね。そうだけど、もう大熊さんともめっちゃ飲んだりしてるし、もう何々ですかっていう感じでも普段もないんだよ。だからその感じがちょっとなんかこしょばいい感じなんでしょ。そう。なるほどね。式場で挨拶するみたいな感じになっちゃうってことでしょ。改めて、そうなんですねとか言ってるとちょっとなんかあれな感じ。ちょっとね。まだそういうことなんでしょうけどね。まあいろいろ、それぞれの YouTube で言っていただいて、ね、なんかもうでも、占いっていうかもう付き合い長すぎて、普段思ってること言われてた感じですけど。そうだね。なんか見てるっていうかもう友達のアドバイスでしたよ、あれ、ただの。物産はそうだとしても。そうだね。そう。大熊さんは普通に言ってるからね。そう。まあでもどうだったんですか？まあ、マッツンは直接聞いてますけど。そうだね。あんまり俺言われることないから、新鮮でしたけどね。だから、物産ネルの向こうのチャンネルの方では、全体の、そうですね。パップコーンについてのことで、うちのチャンネルの方で出てもらった時は、個人個人の鑑定っていうね。まあそうですね。ことになってましたけど。僕はなんか自分の中で完結じゃないかなんだ。自分の中、世界の中のところから出て何かに行くっていうのが、あんまりない。自分から行くがあんまないのかな。でも人に対しては興味あるから。でもなんか、俺らから見てるとめちゃくちゃ自分で言ってる感覚だけど。まあね、なんか言ってる気はするんですけど、入り口までしか行かないタイプかもしれないけどね。そっから先は。そっから先のなんか、そっからじゃあ実際
それについて何かめちゃくちゃ勉強して何かみたいなのはそこまでしてないかもなみたいな。こういろんなドアをノックしてるっていう感じかも。ちょっとなんかいろんな世界に飛び込んでいってるなっていうのはまあ興味があることはたくさんあるんですけど、そうですね。それで言うとお笑いが一番苦手かもしれないですね。でもそれ言われてましたよね、実際にね。だから簡単なのは芦田くんが芸人になればいいんじゃないって言ってたもんね。ポップコーンをこう芸人としての芦澤さんでいればいいんじゃないって。そうね。その意識はねちょっと薄れてってる感じあるかもしれないですね。芸人っていうワードにしっくりきてないところはまだあるんですよ。あれの文脈で言うと分かりやすく芸人かみたいなことなんだね。まあそうなんでしょうね。汗をかいてくださいみたいな言われてましたね。まあでもネタとして分かりやすいのは確かにそうだなみたいな。確かにそうだね。そうだから自分でそのネタ作るのってちょっとなかなか難しくて、自分が困るみたいな。なんかなんだろうね。自分でそういうなんか設定を作りみたいなのがちょっとこっちで作らないとね。そう出来事として起きればいいんだけど、なんかね自分でその設定を作るのちょっとこっぱずかしい感じがあるんですよね。ド M すぎるよ。そうこうすれば俺が困るからみたいな。なんかどう困ろうかなみたいな。落とし穴作って俺が今からこう落ちるからって言ってる感じがちょっとあるんですけどね。まあでも確かにそうかもしれないなという部分はありましたけどね。だから俺もネタ書けないしそんなに作り方わかんないけど、なんか俺も自分がボケるってやっぱ書けないの。なんか自分がツッコミ側になってる、そう自分で自分を見れてないからどうやったら俺が面白いのかって人が見て俺が面白いものをやった方がいいと思ってるから。だからね自分で自分見つめちゃいけないんだと思うんですよ。そうだね。菅さんってそうなんだよね。自分見つめちゃ途端なんだ私はみたいになっちゃう。何者でもないっていうね。いやみんなそうだよ。それはみんなそうだよ。それが一番大きいんだろうね。でも客観的に見たら俺なんでバイトばっかしてんだみたいになっちゃうじゃん。なっちゃうじゃんこのね見つめすぎると。視点がクールすぎるんじゃない？そうもうちょっと違う目線で見れればいいんだと思うけど、その悲しい生き物として見出しちゃうと自分をね。そんなん言ったらみんな悲しい生き物だから社会の尺度で見てるとそうなっちゃうんじゃない？そう俺面白い顔だなとかそんなんじゃなくてそんなんでいいんじゃないの？そうだね。今でもそういう思春期迎えてますから菅さんね。50手前にしてね、初の思春期。これはだから成長しかないですよ。本当ですね。成長痛がやってきますから今成長いや今が成長痛なの。成長痛か分かんないけど。うわ節々が痛いでしょ。節々も心の節々がね痛いでしょうね。そうね。でも YouTube やって急激に痛いでしょ。そうだね。YouTube やってから急速にそれが来てるね。そうでしょ。だから普段やってないことやってるってことでしょうね。そうだね。こんなに見つめ合わないもんね。合わないね。自分たちとか自分にさ。確かに。苦しいことをしてるんだなっていう。そんなつもりはないんだけどね。そう本来はね。本来はそういうつもりではないんだけど。苦しいっつうかでもやっぱり汗かかないといけないんだなっていう感じだと思うんですよね。そうだね。何かでこの3人でちゃんと汗かいてなかったじゃないですかしばらく。だからその若い時ってさ別にさそれができるじゃない。何もないから。そうだね。今だからこういろんな家族もあってさ年齢もあってさそれをするとこんなに苦しいんだっていう。でもさ須田さんなんか人一倍考えてるよねやっぱ。なんかその家族のことを。そういうと俺が考えてないみたいだけど俺須田さんほど多分考えてないタイプだから。俺割と自由にやっちゃってる人だから。そうかだから厳しい奥さんがちょうどいいんだよ。はいだからあんたそんなことしたらダメよって言われてそうかごめん俺自分のこと好き勝手にやってたわみたいな調整を多分やってる感じなの俺は。でも須田さんは多分もう家族稼ぎに出かけいるみたいな。皆さんご存知僕の半生を見ていただければ分かるんですけど家族を味わったことがない。いや悲しいんだよそのことも。今自分の中で描いている家族をやっぱり作らなきゃいけないわけですよ。なるほど。だからそこがやっぱ一番重いんですよ俺の中では。そうかそう思いの中で一番強いのがそこだから。人生をこうリブートしてるわけだね。そうだね。
ファミリーヒストリー見てるみたいな気持ちになるね。でそれで感動でやっぱその家族の愛を俺が作らなきゃいけないんだという。そうだから今までは自分のことしか考えてなかったけど、で結婚してから奥さんのことも考えてたけど、子供ができるって子供のことが一番大きくなっちゃうから。そうだね。だからまあじゃあやっぱ今分かったのはね、子供に向けて何かをやりましょうよ。そうだね。物産も言ってた。子供に向けてやろう。それが一番いいよ。子供のための何か動画をコンテンツをね。それはすごく。須田さんに前も自分でも言ってたから。はい、そうやりたいなっていう。教育番組みたいなやつやりたい。須田さんがなんか10分ぐらいさループして子供が泣き止むみたいな動画作る。まあいいじゃない。面白い。なんか知んだけどこれで泣き止むんだよねっていう動画になったらめっちゃ再生される。いやめっちゃ再生される。バズる。謎の動画とかあるよね。そうだね。それがあり得るよね、須田さんは。だからなんかさ、本当に専門家のさ、子供のそういう人誰かいたらさ、一緒にやれたら面白いってことね。なんかさ、元さ、後輩の木下ゆうき。そうだ。彼すごいよ。いや、すごいよ。コラボしてもらおうよ。してもらおうよ。ねえ。してくれるか。いや、ゆうきはめっちゃしてくれると思うよ。すごいよ、なんか子供のスペシャリストみたいになってるから。そうだ。今、広島に住んでんのよ。で、東京来た時に、たまに連絡はくれるの。なんでなんでかは知らないけど。じゃあ連絡しないよ。一回飯は食ってんのよ。今度聞いてみるわ。聞いてみてよ。それいけるじゃん。ね。真っ白な空間で、須田さんが消えたり出てきたりするだけの動画。須田さん、あれいなくなっちゃったかな、須田さん。いいね。子供がゲラゲラね。いたーって画面の下から出てきたり。子供がゲラゲラ笑ってくれて。うっすら消えていったり。うっすら出てきたり。定点カメラで須田さんがとにかくいたりいなかったりする。スダイスダイバーね。スダイスダイバー。スダイスダイバーだ。スダイスダイバーはもう大人気じゃないですか。これはいい。スダイスダイバー。だいぶスダイで一回須田さん死んでるみたいな。スダイスダイ。そのダイじゃないんで大丈夫。お化けだってバーじゃないですか。はい。スダイスダイバー。違います。そのコンセプトでもいいですよ。いや、いいですよ。子供に向けるのはすごくいいですよ。それだってモチベーションになるじゃん。そうっす。で、やっぱ子供がね、永遠に見てくれますから。ね。それやりましょうか。やろう。確かに。で、勇気にもちょっと、もう前は急げで、後で連絡してみましょう。してみよう。そしたら、単独ライブやった時、もう、託児所みたいになっちゃう。いや、ほんと、そういう、憧れますよ。憧れる。子供がいっぱい来るライブ。ほんと俺全然やりたくない。全然憧れない。そうだね。それやりたいの。俺だけだね、多分。全然。振りとか聞かないだろ。しっかりコントやりたいのに。ちゃんとしたコントは絶対見ない。全然望んでない。それはそれでイベントでやるしかない。第1部、第2部で分けてほしい。そうだね。だから、お父さんお母さんも楽しめてみたいなのがね、できれば。すいません。それはでもちょっとやりましょう。やりたい。どうですか、松谷さん自身は、占いは。そうですね。まあでも当人だからだけど、やっぱめちゃくちゃ責められちゃってたから、3人いたらまた3人で責められてたんだろうなって思いながら見てた。まあね。いやでもなんか、須田さんの気持ちが分かったかもしれない。こうなるんだっていう。でも、外から見てたら、もっと俺厳しいこと言われてますからね。あれは優しい方ですよ。優しい方だよ。心をえぐってる感じではないですもん。いや、でも結構えぐられたよ。でも、だからわかんない。俺もそうなのかもしれないけど、外から見てると、えぐってる感じではないのよ。はいはい。アドバイスをすごいしてくるなっていう目で見てた。俺ももしかしたら2人にそうされてんのに勝手にえぐられてると思ってるだけなの。いや、あれえぐられるて。そうだね。だからあれを俺は毎度食らってたから。ズバズバ言われてる。そう。でも心の中の自分に言ってる言葉を言われてる感じじゃないのあれって。そうかもね。だから言われてることそうだった、俺も。なんか、確かに自分の世界、でも自分でもそれも分かってるし。なんか結局自分の生み出したものしか信じてないんだな、俺っていつも思ってて。なるほどね。なんかいろんなアドバイスもらって結果的にそれ聞いて、それ作りたくねえなとか思って、それ言われたことででも創作意欲が湧いてるの。だから結局自分の中からしか生み出せないみたいな人間なんだなみたいな。そうだね。すごいそれでも自分も思うし、自分が作ったものの世界でいた方が楽じゃん。絵描くの。だからまずなんか結局自分の中にいる人なんだなとはあれを聞いてて思いはしましたけどね。俺も物産に言われて
すごいって思ったけど、もう須田さんは全部人任せだから、いい意味でって言ってたけど、いい意味じゃない時に言うやつね。そうそう。でも、もう人に全乗っかりしてるっていう、それは確かにそうと思う。指示待ちの人ってこと。そう。だから指示待ちなら指示待ちで、もうなんか言う通りにやれよってことだけど、俺らは指示を出してないっていうこと、指示を出してないモードなんだよね、多分ね。だったんだよ。だからこれはもう、俺は向いてないって思ってやめたのが、もうネタ書かなくなったじゃん。パップコーンでもうネタ書く人決めようってなって、あの時からもう俺はそれもやめたの。すべてをこう自分で考えてやるってことをもうすべて捨てたの。そうしないと多分できないじゃない。やりたいことあると。そこまで。そう。一回全部捨てたの。そうなんだ。そう。そこまで。じゃないと、だってやっぱさ、それ違うよって言われた時に、でも俺はこうしたいんだから強くなっちゃうと、そこに必要なピースじゃなくなるじゃん。なるほどね。そう、パップコーンの時ね。4人、5人の時に。そう、そこをまず取ったの。すごいね、役者さんみたいだね、そう、だから多分役者能なんだよ。すごいね。必然的に。そうなんだ。じゃあもう、やりたいことのニュアンスぐらい別に足せるやん。だから今は言うじゃん。もっとこうしたいとか言うけど、あの時は完全に捨ててたの。そのままの流れで、でもあの時も絶対的に芦沢大家がやりたいことをやろうっていう気持ちでやってたから。なるほどね。正反対だったじゃん、俺がやりたいことって。まあそうだね。そう。だからそれを捨てないとここにはいられないなと思ってたから。そうだね。そう。まあ好みのコントの質とかも違ったもんね。そう。エレキさんとかが好きだったからね。そう。だからあの時全てを捨ててそっちに乗っかったら何回言うんだ。でも乗っかったことによってこれ多分続けられてんのよ。そうか。この仕事を。一回捨ててるってことだ。そう。捨てた。全部を捨てたの。自分を。ここに来て捨てすぎだってなったの。だから多分それが常習化しすぎてで役者もやり始めてるから役者もそうじゃない。そうだね。言ったらまあ。だから磨きがかかったのよそれに。もう身を委ねることに。そう。なるほど。不思議なもんだね。だからなんかネタでお前役者じゃねえかよって言われるのは別に悪いことじゃない。そう。俺もだからなんで俺役者だよって言うといや芸人って言えよって言われる意味もよく分かってないし。意味は分かんない。いや分かるよ。そういういじりっていうのは分かるけど本質的に褒められてるって思っちゃうから。伝わってねえよ。そう褒められてると思うんだ。思っちゃう。役者かよ。傷ついてるわけじゃないんだ。そういじってるんだけどね。そうそれは分かってるよ。そうだよってことだね。そう、俺はそうですけどっていう。成立してないじゃん。成立してないの、いじりと。この美人みたいなことだね。そうです。私美人ですけど。なるほどね。そうなんだ。まあでもそうか。でもなんか須田さんすごいこと言われてたじゃないですか。何？なんか須田さんの意思次第で。あれね、2人は来年からすごいいい運気になるんだよね。来年からの？そう、今年来年か。で、須田さんは今年選ぶ。今年が勝負の年。勝負。こう、やめるか続けるかみたいな感じでしたよね。それは、あれはさ、どっちの何をだだから、それも須田さんがどうしたいかで決まると。でもさ、なんか、自分で決められないって話だったのに決めなきゃいけないってすごい過酷なこと言われて、そう、だから決めなきゃいけないっていうよりは須田さんがどっちを選ぶかみたいなことでしょ。要は本当に選択肢として。どっちって何？俺は続けるかやめるかなのかと思った。続けたいか続けたくないか。そう、多分そうなんだなって思って見てた。じゃあお願いします。結論。ちょっと早いって急に今運転中で早いって今どっちお願いします。続けますちょっといやおかしいから迷ってるな。違う、でもね本当にそこは悩んでたところだったじゃん、リアルに。まあそうだね。本当だね。そう、確かにタイミングすごいよね。そういうのが出るんだなと思って、簡単にでもまあそういうのが言えたのはいいことですけどね。そうだね、今までこれを全部自分の中で解決してたからね。確かにね。俺も悩み言えない人になってたよね。私もそうだね。俺悩み言えないのかな。俺言ってない人わかんないそれ。俺今こういうことで悩んでんだよねあんま聞いたことないかも。なんかどう思ってんだけどどう思うみたいのは
あ、そうそうそう。はあるけど。台本見てとかね。うん、そういうのはあるよ。ポップコーンに関してはあんまりないかもね。言わないかも。悩みか。あんまり悩んでないんじゃない？いや、まあ、悩んでないことはないんだけど、なんだろうな、悩みの種類が違うというか。そうね。次はどんなネタにしようかなぐらいのことじゃない？方向どうしようかな。そうだ。また全体で言うとなんかさ、やりたいコントとか、こういう風な雰囲気になればいいなみたいなのは、持ってるもんじゃないですか、なんとなく。だけど、前やった単独ライブの時とかは、結構形になったなと思いつつも、なんか、なんでしょうね。本当に自分がやりたい感じのコントの雰囲気にこの3人ではならないなってちょっと思ってる。それ悩みっちゃないの。なんか、人が違うから、キャラクターがはっきりあるから、なんか自分がやりたいことのやつって意外とキャラクターボンボンじゃないかったりするんで。そうね。だから、なんか、なんだろうね。それは悩みというか。まあ書きたい本だと、もう少しキャラが立ってない方が。そうだったりするんだよね。表現しやすいんだよね。そう、だからキャラクターを立てるってなった時に、自分が、なんか、意外と望んでる世界じゃない方向に行かざるを得ない時も多いから。でも須田は多分そっちの望んでる方をやりたいと思ってる方だ。ああ、そう、だからちょっとそこが、なんか、なんだろう、こんだけやってそうなってないから、そこはちょっとある種限界なのかなと思う。そこから先はね。そう。だからもう、ある程度その技術というか、もうこの人間がもう作られちゃってるからね。そう。なんかね、そうなの、ね。イメージ化がね。だから、こっからはもう人間を出すしかないんだな、みたいな悩みはなるから。悩みというか、それはどうやったらいいんだろうな、みたいな。タロイモ使うしかないな。そうそう。でもそれが、こういう運命的な3人ってことにするには、タロイモを使うしかないじゃん。だってタロイモしかないんだ。そうだね。タロイモをどう作るかを、そうね。焼いたり極めたことで、なんだあの歪な料理はと。調理法によってね、どんだけでもなんだろう、この変な料理みたいな。なんでこんなことになっちゃったの？でもあのタロイモ料理、たまに食いたくなるんだよねって言われなきゃいけないってなった時には、やっぱこの須田芋と松芋をどっちも芋なんだ。そう、しかもどっちも芋みたいなことだったりするよね。そうなの。彩りは低い。そうなの。確かに。だからそこはね、だからなんかどうしようかなみたいな。悩みというか、なんだろうね。ある種枷でもあるしな。そうなんだよね。自分に対してのこう何かってかもしれないし、なんかもっとこうしろよとかもあるけど、そう。明日に下手だなとか思う時もあるし、まあね。なんだよこの演技と思う時もあるし、いろいろあると思う。須田さんの塩梅違うなとかもあるけど、捉え方違うな。そうでもまあ自分に対して思うし、なんかヘラヘラしとんなみたいなのもあるし。まあそれは結局消えないからね。なんか悩みというか、だから客観的にちょっと見れてないから。だからこれわかんないけど、すごい大きなヒントとして一回演出するっていうのはいいかもね。パップコーンじゃない人たちを。ああ、なるほどね。俺がね。そう。それもなんか一個の発見になりそうな気がする。で、こっちの方がいいなってなってね。いや、おいそうじゃなくて。やりがいがあるぞ。そうじゃなくて。そっちばかりやりだして。そっちばかりやりだして。俺劇団作りますもん。ああ、違う方向行っちゃった、つって。小林健太郎みたいになっちゃう。カモメンタルさんみたいな。ああ、う大さんみたいになっちゃう。パップコーンが内包されてればいいけど。あ、そうね。劇団パップコーンになればね。劇団パップコーンだったら、俺松谷下手だなと思うと思うんだよな。でもそこをね、こう。松谷おいってなると思うんだよな。使いどころをさ、考えるようになるわけ。パップコーンの中からだから成立してる人だから。そしたら、ここで松使えばいいかとかになる。そうだね。劇団になる。松谷やっぱりね、ちょっといびつな人なんだよね、そういう意味では。およそ3キロメートル。でもやっぱ映像やと思ったけど、松意外とツッコミでいい気もしてる気がしてる。結構。映像っぽいツッコミなの。なんか。かかってない感じ、そう。だからうちの奥さんが、まあみんなには言ってるけど、単独ライブで俺がたまにツッコミをやるネタがあるじゃないですか。あるね。あれに関してすごい嫌だと思って。大批判するんですよ。大批判。
気持ちが悪いと。ツッコミちょっとやめた方がいいよ向いてないっていう。だから板状だと熱を感じないのかも、もしかしたらラフな感じが。そうなんかやりすぎちゃうというか、ツッコミしようとしちゃうから、そっちになっちゃうってことか。だから一回板状でやってみるのはものすごいローテーションで物事が進んでいくとかの方が、いやいいですとか、なんかそれしか言わないみたいな。まあね、そっち側なんだとないないじゃないかとかいうタイプではない。そうだね、確かにそっちが松に合ってるツッコミじゃないの。あとはめちゃくちゃボケに振ってるけどツッコミワードを言うみたいなだったら成立すると思うけど、なんかちょっとでそれで YouTube でやってる僕がツッコミのネタもあるじゃないですか。あるね。ツッコミっぽいネタ多いじゃないですか。それを褒めてくれる。なるほどね。あっちのスタンスが好きって。あれは面白いっていう。はい。だからなんとなくヒントがあるね。そこにはね、なんかあるんでしょうね。映像にしかないなんか。ツッコミっていう感じでもないんだけどなみたいな。およそ600メートル先。だからそうね、なんかあるんですよな。クマハンターの須田さん俺すごい好き。あれ面白いね。いやでも本当に知り合いの女優さんから急に1年ぶりぐらいに LINE 来て、これ面白いって送られてきたから。めちゃくちゃ面白いでしょ。わざわざ言いたかったんだと。あれはちょっとね、あれ毎回見て笑っちゃうね。クマのグラフィティがめっちゃ面白いね。クマのグラフィティ好き。あと須田さんが乗ってるんだよね。そうだね。なんか内容に須田さんがね、カタカタカタがやっぱ面白いんだよね。リズムいいよね。いいんだよね。やりやすいんだろう。カタカタってなんで振るんですかっていう。振る意味が振るのは人間が知ってるやつだろっていう。ご視聴ありがとうございます。パップコーンは2026年中にチャンネル登録者1万人を目指しております。皆様チャンネル登録、高評価、ハイプよろしくお願いいたします。エビだね。